4年半前にキッチンをTOTOザクラスにリフォームしました。それを機に収納もおしゃれにしたいと思っていたのですが、当初の予算以上にリフォーム費用がかかってしまい、キッチングッズはそのまま使っていました。でもせっかく高いお金を払ってリフォームしたんだからと、新しいキッチングッズを買って少しずつ変えていきました。山崎実業やニトリ、そしてマーナなどのキッチングッズや、これからリフォームする人のヒントになるような収納アイデアが満載です。ご覧ください。こんにちは、ビーグルラブです。今日もご視聴くださりありがとうございます。新しくなったキッチンでしたが、その収納はサブカウンター上の釣り戸棚の調味料入れも40年前に揃えたものを使っていました。でも今回赤い調味料ポットを変えることにしました。購入したのはニトリの片手で計量できるポット M。今は蓋が透明なものはなくて白、黒、グレーのみ。今までのものより小さいのが残念ですが、パッキンもあってスプーンですり切り測れるし、価格もお手頃だったので選びました。では調味料や乾物を入れ替えていきますね。これは高野豆腐、これぐらいだったら入りそうですね。タッパーに入れていたキクラゲもこちらに移しましょう。タッパーにはもっと量が多いものを入れますね。移し終えたので釣り戸棚にしまっていきます。実は棚の奥行きがもったいないので、奥をクッキングシートのストック置き場にしました。これで新しいポットの小ささをカバーできるかな？どうでしょう？こんな感じになりました。しかし下の棚の奥のスペースも無駄にできません。ということで次に使うのはこれです。今は 1200ml になっているようです。密閉性は若干弱いものの大きさがいいのと、やはり揃えるには助かるお手頃価格で選びました。もちろんワンプッシュで開くことが一番の良さですね。海苔の瓶に入れていたグラニュー糖を移します。これは健康茶。これは湿気は心配ないものです。たくさん入るのがいいですね。では棚に入れていきましょう。紅茶やお茶のティーバッグ、そして先ほど移し替えた健康茶やグラニュー糖、タッパーウェアに入れたのは料理に使う調味料など。楕円形のタッパーなので取りやすくて丈夫です。長く愛用していたものと新しく購入したものを使って使いやすくすっきりと収納できました。これまでですね、ここの引き出しには、調味料をこんな風に、入れていました。ここが、顆粒だしですね、和風の。で、ここが、お砂糖で、ここにコンソメなんですけど、ここが中華だしがもうこんな風にですね、これ昔は多分密閉割とできるかなと思って買ったんですけど、やっぱり全然できてなくて、こんな風に固まっちゃってて、これなんかはもう蓋が取れちゃってるんですね。もうこれ40年ぐらい使ってるからこんな風になっちゃってます。そこで購入したのが、マーナのグッドロックコンテナのショートです。ここを押せばワンタッチで開くということで、密閉もできるという触れ込みなので、ちょっとこれを購入してみました。で、これに早速移し替えていこうと思います。これはタッ
パーウェアで買ったもう40年前に買ったです。小さなちびスプーンです。ずっと役に立ってます。で、ここには顆粒だしを入れていこうと思います。ではここに収めていこうと思います。これはもう撤去ですね。で、これが中華だし。で、こちらにラカントが置いて、で、ラカントが入ってたところにはだしパックを置いて、こんな風にして、そうすれば蓋は開くし、ここだとここもちょっと後でここに何か入りそうなものを置いて、ここが安定するようにしていこうかなと思います。で、ここにラカントですね。で、ここがお砂糖という風にしました。こんな感じでうまく収まりました。次は山崎実業のキッチンペーパーホルダーです。冷蔵庫につけて使うことが多いと思いますが、見えないようにコンロ下の引き出しに取り付けます。今まで使っていた突っ張り棒に変えて、キッチンペーパーに差し込み、もう片方で留めます。このようにキッチンペーパーを引き出して使います。ちなみにこの時はフライパンをこの引き出しに置いていました。というのも下の引き出しに入らないからです。なので今回フライパンをこんな風に横に入れて使うことにしました。で、今こんな感じにしています。で、このフライパンもこうやって取り出せるようになってます。で、この、フライパンのラックは、元々の、リフォーム前のキッチンについていたものです。フライパンを下に、移したおかげで、ここがストックが置けるようになりました。で、下の引き出しに入れていた、食洗機の、洗剤とか、それからタッパー類ですね。で、ご紹介したキッチンタオルはここにこんな風に置けています。これは手を拭く時のタオルですね。で、これが台拭きとか拭きで、タオルの空き箱ですね。これはラックはこの TOTO のザ・グラッソについていたものなんですけど、高さがもったいないので、下にこんな風にペーパータオルのストックを置いています。このスパイスラックにはいろんなものを探して、このガラス製のスパイスボトルを選びました。今販売されているのはガラス製ではないようです。このスペースがもったいないかなと思います。これも山崎実業タワーの、タオル掛けですね。こんな風に引っ掛けて使うことができます。これももう、だいぶ4年以上使っているんです。で、ちょっとここが錆びてるんですけど、すごく使い勝手がいいです。それからこれは100円ショップにあるやつですね。実はですね、この下にビニール袋のストックを置いていて、そのおかげでこの高さになっています。ここには排水口のネットや、それからメラミンスポンジ、こういうペットボトルキャップの一時置きとか、ビニール袋を置いています。そしてピーラーとか包丁研ぎなんかもこちらで、ここスライドできるので、ここにタッパーなんかを置いてます。最後は山崎実業のエコホルダーです。ポリ袋をかけて調理で出た野菜くずやゴミを入れ、すぐに別のゴミ箱に移せば匂いや小映えを防げます。
蓋付きというのもお気に入りです。おまけに隙間ワゴンをご紹介します。実はこれは山崎実業のものではないのですが、ちょっとした隙間にワゴンを縦に並べて入れることでビールやジュースを大量に収納できています。このアイデアがすごく役立っているのでお伝えしました。いかがでしたか？今回9つの商品をご紹介しましたが、本当はショールームのような物が少なくて素敵なキッチンに憧れますが、料理では実際調味料や乾物などを使いますし、キッチン用品のストックも必要です。なので今回はたくさんのものを収納している様子をお伝えしました。皆さんの参考になれば嬉しいです。これからもシニアのお役立ち情報をお届けしますので、どうぞご視聴よろしくお願いします。最後までご視聴くださりありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。